絶対に検索してはいけない言葉の一つに挙げられるネックレーシングという言葉。なぜ検索してはいけないのか、あなたは想像できますか？ 1985 年7月20日、南アフリカハウテン州ドゥドゥズ。何するの？男たちに腕をつかまれ広場に引きずられていくその女性はマキスコサナさん。彼女は何が起こっているかもわからず必死に抵抗しますが、周囲の市民たちは遠巻きに眺めているだけ。その場に居合わせただけに見える一般女性が暴行されるのを誰も止めようとはしないその光景は見るからに異様でした。そして嘘でしょ？広場の中心にやってくるとスコサナさんを押さえつけ、古びたタイヤをまるでネックレスのように彼女の首にかけた男たち。裏切り者め、地獄へ落ちろ。やめて。自分がこれから何をされるのかを悟り、涙ぐみながらそう訴えたスコサナさん。次の瞬間、男たちは彼女の首にかけられたタイヤに火を放ったんです。広場の真ん中で女性の首にかけたタイヤに火を放った男たち。タイヤネックレスの刑に処された彼女の衝撃的な末路とは。見るのもはばかられる悲惨な暴力行為は後に時代を変える原動力になっていくんです。おそす、最近なんかゴリラ同士が喧嘩してる動画見てるかも。ケンちゃんです。代官山に住みたいヤミコです。というわけでですね、代官山といえばゴリラの喧嘩なんですけどそうなの？本当にね、ゴリラの喧嘩すごいんですよ。ゴリラの喧嘩でももうかなり図体大きいゴリラ同士でやってる。マジでスピードとパワー最高潮でねバキのなんか動画見てるみたいなさ、なんかすごすぎてこれ絶対勝てないよみたいな。もうゴリラ同士は真剣にやってるんだから笑っちゃダメよ、私たちも。マジですごい。なので皆さんもね、ぜひゴリラのね喧嘩見てみてください。というわけでね、ゴリラの喧嘩は検索してもいいんですけれども、今回は検索してはいけないシリーズということでタイヤネックレスをご紹介します。何それ？英語ではですね、ネックレーシングという単語になるんですけれども、これね、ほんと皆さん安易に検索するのはやめてください。でもタイヤのネックレスって聞かされてさ、別になんか悪いイメージなくない？SDGs 的なそのハイタイヤで作りましたとかさ、もしくはなんかちょっとアングラーみたいななんか趣味が悪そうな感じなのかとかさ、わかんないけど何が出てくるわけ？まあ本当にね、これ閲覧注意なんで、検索する際はね、自己責任でお願いします。そしてこのタイヤネックレス、南アフリカの人たちにとっては裏切り者の証だったんです。白昼堂々の処刑。1985年7月20日、南アフリカハウテン州ユルズ。この日街で行われていたのは4人の青年活動家たちの葬儀。青年らは当時の南アフリカを支配していたアパルトヘイトの抗議のため警察を襲撃。その最中に亡くなってしまったんです。あなたたちの意志は絶対に無駄にしない。4人の青年活動家の家に手を合わせながらその顔に悔しさをにじませた女性はマキスコサナさん。彼女もまた亡くなった4人と密にやり取りを交わしていた活動家の一人でした。アパルトヘイトってのは現代社会の授業とかでさやった記憶があるわよね。じゃあこのアパルトヘイトっていう政策が今回問題になってくるわけ？まさにその通りなんです。ただね、視聴者のね皆さんもちょっとアパルトヘイトね聞いたことあるけど何だったっけなという方もいるので、ここで一回ちょっとね歴史のおさらいをしていきたいと思います。というわけでメトラキーワードアパルトヘイトについて。アパルトヘイトとは1948年から1994年にかけて南アフリカで行われていた人種隔離政策。白人と有色人種で居住区、教育制度、職業、賃金などを厳格に分けて生活させる政策でした。アパルトヘイトは表向きには多民族が暮らす南アフリカにおいてそれぞれの民族が独自に発展していくべきという理由から施行されました。しかしその実態は植民地時代から続く白人の権力を維持するためのもの。白人にのみ選挙権が与えられる。同じ職種でも白人には黒人の20倍近い給料が与えられる。白人1人当たりの教育予算が黒人の10倍など人種によって明確な格差をつける政策だったんです。南アフリカはですね、有色人種による低賃金で文化とか文明が発展してきたっていう歴史的なものがあってですね、なのでその有色人種の人を白人の人と一緒のね条件とか体制で働かせると白人優位の体制が崩れてしまうっていうのを政府が危惧したっていうね、ほんとこう身勝手というかね、恐ろしい思想ですよね。そんなアパルトヘイトの犠牲となった4人の死に涙を流していたスコサナさん。スコサナさんの自宅は事件現場から目と鼻の先にあり、彼女も家の中で怯えながらその喧騒を耳にしていたといいます。彼らの死を間近で体感したから
こそスコサナさんは人一倍の悲しみを感じていたんです。そしてそれは葬儀も閉会を迎えようという時のこと。この裏切り者め。突如群衆から上がったその声。葬儀に居合わせた男たちはその手に鉄パイプなどの武器を握りしめ、スコサナさんを睨みつけていました。何するつもり？私は事件とは関係ない。震える声でそう訴えるスコサナさんですが、男たちは彼女に詰め寄り武器を振りかぶります。鉄パイプで殴り倒され、四方八方から暴行を加えられるスコサナさん。そして彼女がボロボロになり身動きも取れない状態となったその時、男の中の一人が持ち出したのは古びた一本のタイヤ。やめて。そのタイヤが目に入った瞬間、スコサナさんは自分がこれから何をされるのかを悟りました。そう、今行われようとしているのはアパルトヘイトに抵抗する黒人の人々の間で行われていたタイヤネックレスの刑、裏切り者への鉄槌と称した黒人市民による残虐行為でした。仲間の死を悼み泣いていたスコサナさんが一体何を裏切ったというのでしょうか。スコサナさんが悲劇に見舞われる約1ヶ月前の1985年6月24日、ドゥルザの町から数キロ離れた荒野には数人の男の姿が。ピンを抜いてから3つ数えて投げる。するとちょうど敵に飛んでいたところで爆発するようになっているんだ。青年たちに向かい手榴弾の使用法を説明していたその男はアフリカ民族会議、通称 ANC の軍事組織に所属するジョー・ママセラ。 ANC はアパルトヘイトへの抵抗を主導する非合法組織。その一員であるママセラは地方の活動家に武器を提供するべくドゥルザの町を訪れていたんです。ドゥルザはこの近辺でも特に貧しい地域として知られ、下水道や電気すらも通っていないような状態。ママセラが持参したその武器はめったにお目にかかれない代物でした。これがあれば政府の犬どもに一泡吹かせられるな。ママセラから手渡された手榴弾や地雷などを前に目を輝かせる青年たち。彼らはその日の夜、その武器を手に警察の襲撃を計画するんです。市民が手榴弾抱えて警察を襲うってさ、安心して過ごせないような社会よね、もうそんなところって。で、何この襲撃が失敗して4人が死んじゃうような事件に発展するわけ？そうなんです。ママセラから武器を受け取ったその日の深夜、4人の青年はドゥルザの警察署付近に身を潜めていました。ピンを抜いて3つ数えてから投げるんだったよな。襲撃に向けママセラに教わった手榴弾の使用法を仲間同士でおさらいする青年たち。彼らは顔を見合わせてうなずくと意を決したように武器を構え、警察署へと歩みを進めるんです。そして一人の青年が手榴弾のピンを抜いたその時、手榴弾は彼の手の中で爆発しました。何の音？深夜の街に響いたその爆発音を寝室で聞いていたスコサナさん。この騒動の嫌疑が自分に向けられることになるとは、この時彼女は予想だにしていませんでした。あいつらに秘密警察のスパイを紹介したのはお前だろ。古びたタイヤを片手にもはや動くことすらままならないスコサナさんへ向かいそう叫んだ男。そう、実のところ亡くなった青年たちに手榴弾などの武器を渡したジョー・ママセラは地方の過激な活動家を始末するための秘密警察のスパイ。ピンを抜いてから3つ数えて投げる。するとちょうど敵に飛んでいったところで爆発するようになっているんだ。青年たちにそう説明していたママセラでしたが、彼が渡した手榴弾はピンを抜いた瞬間に爆発するように細工がしてありました。そしてこの件でスコサナさんが責められているのは、彼女がママセラが所属していると話していた団体 ANC とつながりがあったため、彼女からの情報でママセラはドゥルザの活動家の元へやってきたのだと噂されていたんです。実はスコサナさんは葬儀に出かける直前、妙な噂が立っているからと姉から外出を止められていました。しかし彼女は自分は何も悪いことなどしていないと堂々と葬儀に参加したんです。やめて。抵抗する力もほとんど残っていない状態でその目に涙を浮かべて訴えるスコサナさん。彼女を取り囲んだ男たちは持っていたタイヤをスコサナさんの首に引っ掛けると、その体にガソリンを浴びせかけました。次の瞬間、悲痛な叫びとともに炎に包まれるスコサナさん。その光景は南アフリカ国営テレビによって全国へ中継されていました。こうしてアパルトヘイトと戦う黒人たちの裏切り者への鉄槌、タイヤネックレスの刑は国中の知るところになるんです。ちょっと待って、これ何？スコサナさんがさ、スパイだってのは確かなことなの？だってそんなことやってるような態度とか全く見えなかったじゃない。実はですね、彼女は後にスパイとは何も関係がなかったことが明らかになるんです。それではなぜボートたちは真偽もあやふやなままスコサナさんを襲ってしまったのか。実はその真の目的にこのタイヤネックレスが検索してはいけないと言われる理由があるんです。必要悪。熱い熱い。首にかけられたタイヤに火がつけられるとけたたましい叫び声を上げもがき始めたスコサナさん。しかしいくらもがこうともその苦しみから逃れることは叶わない。たとえ火が消えたとしても高温で溶け出したタイヤは全身にまとわりつき、刑に処された者を苦しめ続ける。その苦痛は火傷による痛みだけではない。タイヤから発せられる黒煙にスコサナさんは激しく咳き込みその身をよじる。そして炎が燃え尽きるまで20分もの間彼女はもがき苦しんでいた。
タイヤネックレスが検索してはいけないとされる理由は、この刑に処された者の末路があまりにも悲惨すぎるため。刑に処された者はなすすべもなく、長時間苦しんだ挙句、全身のやけどと煙による一酸化炭素中毒で命を落とします。タイヤネックレスを英語にしたネックレーシングで検索すると、そのグロテスクな亡骸の写真が大量に出てくるんです。アパルトヘイトに抵抗する黒人の間で、この刑が好まれたのはまさに地獄の苦しみを与えることができるから。刑に処されるのは決まって白人政府に協力した黒人、つまり裏切り者。そんな裏切り者に公衆の面前で地獄の苦しみを与えることは、その他の黒人たちへの見せしめになっていたんです。タイヤネックレスの刑を目の当たりにした民衆は、絶対に裏切れないという恐怖を植え付けられます。その恐怖によって政府へ抵抗するための結束を強固にすることが、この刑の一番の目的だったんです。裏切りの確固たる証拠がない中、スコサナさんが殺されてしまったのも、そもそもの目的が見せしめのためだったから。要するに見せしめになれば、裏切ったか裏切ってないかはどちらでもよかったんです。信じらんないわよ。これもう見せしめであれば、殺されるのは誰でもよかったってそういうことなの？そうなんです。このアパルトヘイトの状況下の社会ではですね、見せしめのための殺人っていうのがちょっと正当化されてたっていうのがね、あるんですよ。でもなんでそんなようなことが横行していたのか。アパルトヘイト下において、辺境の不便な地域を居住区に指定され、低賃金で困窮した生活を強いられた黒人の人々、政府への抗議活動を展開するも、一向に成果の上がらない日々に、多くの市民がフラストレーションを募らせていました。そんな中で、市民による裏切り者への鉄槌は、ストレスを発散するための娯楽の一種にもなっていたんです。そのため、タイヤネックレスの刑が行われた際、その犠牲者は死してなお、容赦ない暴行にさらされ続けました。スコサナさんの時も、市民たちは彼女の遺体の頭蓋骨を砕き、ガラスの破片を用いて、その体を散々にもてあそんだと言います。スコサナさんの暴行現場がテレビで報じられて以降、タイヤネックレスの刑は南アフリカの黒人社会でみるみる横行。その犠牲者は3年間で672人にも及んだんです。暴徒化する黒人市民たちに警察も全く対応できていない状態。1985年4月、この異常事態を前に反アパルトヘイトの活動家ウィニー・マンデラはこう言い放ちます。私たちは銃を持ちません。でも私たちにはマッチ棒とガソリンがある。私たちはタイヤのネックレスでこの国を解放するんです。ウィニーは後にアパルトヘイトを収束させ、ノーベル平和賞を受賞した南アフリカ共和国第8代大統領ネルソン・マンデラの妻。一国の悪しき風習を改めるためには、タイヤネックレスのような強大なインパクトを与える抗議活動が必要だったということなのでしょうか。他の方法あったんじゃないって思いたいけど、結局アパルトヘイトは多くの犠牲者を出さないと止められないような政策だったってことになるわよね、これだと。本当にこう、ね、50年も続いた政策ですから、逆に言うとこのね、人種差別を中心としたアパルトヘイトがもう50年も逆に続いてたっていうね、事実が恐ろしいですよね。ただね、アパルトヘイト収束はしたんですけれど、実はね、このタイヤネックレスというのは、現代でもまだ残っているんです。アパルトヘイトが収束して十数年、社会の変化とともにタイヤネックレスの刑ももはや過去のものになったかのように思われていました。しかし2011年、東ケープ州ポートエリザベスで2人の殺人犯が市民に衝殺される事件が勃発。当日2人の男は民家に押し入り、居合わせた男性に性的暴行を加えた後殺害。所持品を奪って逃走したものの、民衆に取り押さえられ、被害男性の母親の目の前でタイヤを首にかけられ焼き殺されたというんです。武器を持たない民衆にとってタイヤとガソリンがその代わりになるという考えは現代にも脈々と受け継がれていました。そもそも南アフリカの貧困地区ではタイヤネックレスによるものではないにしても、未だに市民による犯罪者へのリンチが横行しているんです。警察の統計では南アフリカで1日に起こる殺人は平均して46件、そのうち 5% は民衆による犯罪者へのリンチだというんです。貧困地区には警察の監視が行き届いておらず、警察を信用しない市民たちが自分たちで犯罪者を裁くケースが多いんです。警察もそうしたリンチの根絶に乗り出してはいるものの、貧困地区の市民たちは結束が固く、お互いにかばい合う風潮もあり、うまく取り締まれていないのが現状。ちなみにタイヤネックレスの刑に処された男たちに息子を殺害された女性は、リンチ現場を目にした時のことをこう語っています。彼らを殺しても息子が戻ってこないことは分かっています。でも彼らが死んだことで今後彼らに傷つけられる人はいなくなったと思うと、今はよく眠れるようになりました。確かに民衆のリンチが犯罪の抑止力になっている側面もあるのかもしれません。しかし果たしてこれを必要悪だと言い切っていいのでしょうか。